ミルマンミカの品種ということで、弊社ですね、誉れシリーズという大根シリーズがあるんですけども、こちらの方について、まずは説明していただければと思います。はい、誉れシリーズということで、何々誉れということで漢字2文字で、いろいろなシリーズがございます。これ全部で何品種ぐらいあるんでしたっけ？7品種ぐらいですね。7品種ぐらいありますね。たくさんありますけれども、これはですね、そのシリーズということで共通した特性を持っております。その辺についてですね、まずは説明をお願いできますでしょうか。はい、今お話しさせていただいたように、うちのですね、主力の大根には誉れという名前を付けております。実は誉れっていう名前を付けてない品種もございますけれども、そういった意味で誉れにという名前を付けるにあたってはですね、非常に肌が純白で綺麗、光沢があるということで、ひげ根が細く、毛穴が目立たないというですね、非常に見た目の美しさ、艶のある美肌の大根にしか誉れという名前を付けておりません。なるほど。育成する段階で、こういった特性を目指して、それで、こういった条件を満たすものを誉れシリーズということでリリースしているということですね。でさらにですね、非常にみずみずしく美味しいということもですね、誉れシリーズの特徴の一つになっております。綺麗で美味しいということですね。ですね。はい。誉れシリーズ、7品種あるということなんですけども、ここには、4つですかねありますけども、リレー栽培ができるということで、こういった形でご紹介するんですけども、どんな順番で栽培していけばいいんでしょうかね。はい、そこにですね、絵が載ってますけれども、一番早く巻くのが里誉れ、次に福誉れで、豊誉れ、青誉れということで、基本的な秋冬大根はこの4品種を使い分けていただくと。で最後にですね、豊誉れのですね、ちょっと違う使い方を品種もそこに来てまして、入っております。はい。じゃあ年内から年明けまで巻く品種としては、に収穫する品種としてはこの4品種ですね。でそのシリーズを使い分けていくという形になるようですね。はい、じゃあ詳しく作型の方を見ていきましょうか。はい。ですね、作型がですね、表が出ておりますけれども、一番早く巻く里誉れ、これがですね、お彼岸過ぎ8月15日以降から巻いていただいて、9月の半ばぐらいまでに巻くということで、やはり対処性もあって、肥大もいいということで、10月下旬、11月、12月というふうに使っていただけると思います。で次にですね、福誉れが来まして、9月に入ってから巻く。実は昔はですね、弊社も福誉れ8月下旬からの巻きも進めてましたけども、やっぱり近年猛暑なんで、9月に入ってから9月5日ぐらいから9月の末ギリギリぐらいまでに巻いていただいて、11、12月という形になります。今まだちょっと早いということですね。そうですね。まだ猛暑ですからね。そうですね。で次にですね、豊誉れということになりますけど、これは9月の半ばからですね、10月の頭まで巻いていただくということで、9月に巻くとですね、やはり秋冬大根として使うと。で10月に入って頭巻くものについてはちょっとトンネルを使いながらですね、お底取りもできるということになります。最後にですね、青誉れがですね、9月の下旬巻きぐらいが基本で、12月1月という年明け取りまでところ、本当に耐寒性のある品種になります。最初のじゃあ里誉れと福誉れは年内取りがメインになって、で豊誉れと青誉れは、年内から年明けまで巻いていくという形の品種ですかね。でちょっと説明が前後しましたけど、一応これは平坦地、いわゆる関東平坦地を標準にして作型をご説明させていただきますので、ちょっと東北だとか、他の地域については少し違う作型になってくるかと思います。年明けの栽培からは11月の中下旬ぐらいからトンネルをかけて栽培していただくということになるかと思います。でちょっともう一つ、豊誉れにつきましては、昔夢誉れという品種があったよねというふうに質問もされます。
実は夢誉れはですね、今販売は終了しておりまして、豊誉れに変わっております。ということで、あ、そうなんだというふうに思っていただいて、ぜひ豊誉れ、切り替えていただければなと思います。夢誉れも、長いこと販売してましたのでね、そういった形で使っていただければというところかと思います。はい。で、そんな中で今日はですね、ぜひおすすめしたい2品種、福誉れと豊誉れについてですね、お話をさせていただきたいと思います。はい、この福誉れっていう品種はこの誉れシリーズの中で一番最初に育成された品種となります。この9月から栽培するのが一番適しているかなというところで、私が思うにはですね、一番誉れシリーズの特徴である美肌というところが綺麗なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、はい、そうですね、はい、後々でも説明させていただきますけど、この非常に写真が綺麗ですのでお話しさせてもらうと、非常にですね、白と肩の緑のコントラストが非常に綺麗で、本当に新鮮に映ると。で、下のですね、ちょっと見づらいですけれども草が見えるかと思います。画像また出てきますけど、非常に小葉で揃いがいいというのもですね、この1枚のページで見て取っていただけるかと思います。では早速細かい特性について紹介していただければと思います。はい、今ちょっと最後お話ししましたように、非常に福誉れは小葉です。小葉はどうしていいのということになりますけど、はい、葉っぱが大根ができすぎますと、もう間違いなく揃いも悪くなるし、場合によっては曲がりにつながります。それが小葉でできるということは非常に大きな特徴かと思います。肥沃な圃場で肥料が効きすぎてしまうと、根っこじゃなくて上の草の部分がですね、葉っぱの部分が育ちすぎてしまって、その重みで倒れてしまったり、台風でその風を受ける部分が多くて倒れてしまったりと、そういうことが曲がりの原因になってくるんですよね。そうですね。で、下にありますように曲がりは非常に少ないというところはですね、その小葉の恩恵だと思います。でですね、やはり9月末期といえども硫黄病の抵抗性、横島症や軟腐にも非常に強いという特徴は必要な特性になっているかと思います。これら辺全部暑さとか乾燥とか、この夏の時期に必要な特性になってきますよね。はい、で最後にですね、そこの特性の下にですね、生育と収穫に関して書いてあるんですけど、比較的福誉れはややゆっくりタイプに育つタイプでして、これどういうところがメリットになってくるんでしょうか。そうですね、特に下の欄がありますけども、収穫時期にですね、どうしても早生の大根っていうのは肥大がどんどん進んで、もう抜いていかないと割れていっちゃうということで、収穫に追われてしまう農家さんが多いと思うんですけども、非常にゆっくりペースで大きくなりにくいっていうことでは、収穫期の幅が広い農家さんにとってはすごくプラスになる特徴だと思います。なるほど。どんどんまだ温度のある時期ですので、どんどん育ってくると追いつかなくてサイズが大きくなって規格外になってしまうこともありますよね。そうですね。そういったところがなくて適正なサイズで長期間収穫ができるというと、計画的な栽培ができるということですね。そうですね。はい。でですね、次のページですけども、もう一回肌、味、とか見た目の評価ですけども、非常に肌はですね、毛穴が目立つ非常に美しい。で、味もですね、甘みがあって美味しい。そして私ですね、改めて福誉れをお話しさせていただいたいのは、肩の緑と白とのコントラストが非常に綺麗ということで、ちょっと最近こういう品種も少なくなってきてるかと思うんで、改めてお話しさせていただきたいですね。この青が綺麗というところが非常に売り場に並んでても目を引くというところと、あとこのコントラストがあるということでさらに白が引き立つというようなことが言えますよね。そうですね。はい。でこの総太り型で揃いもいいですから、やっぱり直売所に出す方なんかはぜひ一度お使いいただきたいと思います。改めまして福誉れの栽培ポイントですけども、はい、作型図は何度もお話ししてますように、9月に入ってから巻いていただく11、12月取りですね。はい、で元鯉の量ですけど、窒素リン酸カリ NPK が15、18、15っていうふうに書かせていただいております。これちょっと大根にしたら多めですよね。そうですね。はい、実は福誉れはですね、少し肥沃な土壌とか多肥栽培が合うタイプになります。こ
コバというのもあれですかね、こう肥料をたくさんあげても大丈夫という、そういうことになりますね。なるほど。通常ですと葉っぱ多くなりすぎちゃうんですけど、非常にコバと相まって肥料をしっかり入れることができる品種になってきます。で一応栽培高種概要としては梅間50から60、株間24センチということで、まあ大体梅間54、5センチが多いのかなと思いますけど、その地域によってちょっと違うかと思いますけど、そこら辺で作っていただければなと思います。これの50っていうのも、コバであるからこそ、可能である数字になっているのかもわからないですね。そうですね。はい、次にですね、これはまた今お話しさせていただいてますけど、肥沃な土壌で能力を発揮、元鯉を多く飼養してくださいというお話を福誉れとしてお話しさせていただいて、観光性肥料とかの使用をしてみてくださいと、酵素微量要素入りの肥料もおすすめというのは、福誉れだけじゃなくて全ての大根に言えることかなと。観光性肥料でその最後の収穫間際までっていうのはこう基本の木のところでも全ての品種に通じるところとしてご紹介していただけたかと思いますね。はい、酵素不足するとどんな症状になるんですか？サメ肌が出たりですね、内部がですね、ちょっと変質したりとかいうことがありますので、ぜひ酵素はですね考えていただきたいと。特に有機物の生養が少ない方はですね、こういった酵素とか微量要素が足りてない畑よりも多くなっていると思いますので、ぜひご検討いただきたいと思いますね。化成肥料だけだと割とこうあれですよね、気にしないといけないところになってきますよね。そうですね。で最後ですけども、本葉56枚時に間引きをして中耕するんですけど、同時に病害防除、特に最近黒斑細菌だとかですね、病害が多く出てきているかと思いますので、そういった病害も含めて、この間引き時の小さい養殖物の時からですね、殺菌剤の散布とかをですね心がけていただきたいということで、福誉れだけに限らないんですけども書かせていただきました。これあれですかね、この時期がやっぱりこう重要なポイントの時期。そうですね。後から追っかけてっていうことよりも予防的にですね必要だと思います。あらかじめこう出る前にこうちょうどいい時期に巻いていただくというのが重要なポイントなんですね。そうですね。そこら辺のポイントでぜひですね、非常に綺麗なですね、揃いもいい、収穫適期も逃がさないで作れる福誉れをですね改めてお作りいただければなと思います。次に誉れシリーズの中では、一番新しい品種となります。でこの品種ですね、こちらに書いてあるようにですね、晩中性と対処性の二刀流ということでですね、福誉れ、おすすめいたしますので、皆さんにご愛用いただければと思いますのでご紹介させていただきます。豊誉れですけども、葉種の作型、葉種適応作型が広いという気候に鈍感ということにつきましては、実はこれ秋冬大根だけではなくて春大根でも使えるということで、これを後でですね作型表が出たところでお話をさせていただきます。で肥大性対処性も二重丸と、で内部の変色もしにくいと、そして葉っぱはですね中葉ということになります。これ福誉れが小葉だったので、この中葉っていうのは通常の品種と同程度というような感じで考えてよろしいでしょうか？そうですね、そんな形になります。特別葉が大きいというわけではないということですね。味がいいという点と、またですね先ほど葉っぱの福誉れとの差がありましたけど、この品種については首色は少し薄い緑色ということになりますね。今市場出荷する場合はあまり首の色濃すぎない、やや薄めのものが好まれる傾向がございますので、そういった場合にはこちらのような色がね、首色がいいんじゃないかなというところで、使い分けをしていただくということですね。豊誉れの特性ですけども、対処性があるということではですね、非常に暑い時期に出やすいコブ症には比較的強いというのがまず言えます。でヒゲ根黒変症、ピシウム不敗病も少ないということがあり、最後シミ等もですね比較的少ないということで、比較的大病性をですね、持ち合わせてますよということが言えるかと思います。広くこう大病性を持っているという感じですね。そうですね。作型表が出たところでお話ししますよとお話ししたんで、ちょっとお話ししますとですね、作型表のこの9月、10月、11月、12月見ていただくと分かるように、
普通のですね秋冬大根として、9月の半ばぐらいから9月いっぱい巻いていただいて年内取りという形ができるかと思います、はい、で2つ目はですね、作型表の左が12月1月2月3月ってありますけども、いわゆるここはトンネル大根として豊誉れは使えると。で最後ですね3月下旬4月、これベタ掛けと書いてありますけれども、中間地でおいて寒さが厳しくないところではベタ掛けかなと、寒いところではトンネルいるかもしれませんけど、そういう使い方ができるということで、今回福誉れもお話ししてますけど、こういう巻き幅の広い大根もありますよということで豊誉れをご紹介しています。作型が非常に広いということですね。そうですね、はい、で栽培については元肥窒素リン酸カリは10から窒素10から12、リン酸15、カリ12というような形になっています。通常の品種として作っていただければそうですね、十分ということですね。はい、畝分はですねやはりそんな変わることはなくて50センチから60センチの間で株間も24センチぐらいという形でですね、まずはお話をさせてもらいたいと思います。はい、さっき言いましたように晩抽性を持ち葉種幅が広いということになりますので、そこにありますように9月巻きの秋冬大根、あと12月から3月のトンネル大根で、3月下旬4月巻きで5、6月が可能という形になりまして、3シーズン使えるというような品種になっております。3月中旬から4月の中旬ぐらいまでがちょっと空きますけども、もうずっと11月から6月ぐらいまで連続して作っていただくことができるということで、非常に潰しの効く品種ではないかなと思います。でその豊誉れですね、はい、作っていただくにあたってはですね、本葉5、6枚地の間引き時に病虫害防除を行ってくださいというのは一緒のことです。あとですね、横縞コブ症予防のため初期の果敢に注意ということで、対処性のある品種でコブ症とか横縞出にくいとはいうものですね、あまりにも乾燥が厳しい場合はですねやっぱり出なくもないでしょうということで、やっぱり天候を見ながらですね葉種日を決めていただけないかなと思います。特に今雨がなくて乾燥が激しい時とかは、巻いても葉種自体がばらつきになってしまいますので、やはりその天気予報とかですね、長期予報とか、週間予報とか見て見通しを立ててから巻くというところも重要になってきますね。そうですね、はい、で実は豊誉れですけども、春大根として使う時はですね少し流れる傾向があるということになりますので、実は弊社もですねチラシとかカタログにですね、詰まってる豊誉れもあれば、お尻が流れてる大根があって、これなんか違うのって質問を受けますけども、ちょっと作る時期によってちょっと尻詰まりが違ってくるということになります、後半寒さでゆっくり育つかあったかい時期に向かってスーッと伸びてしまうかっていうところですよね。そうですね、はい、そういったですね非常に豊誉れ、巻き幅が広いということの中でですね、ぜひ一度お使いいただければなと思います。